ガーテン・オブ・バンバンの次回作、バンバン9のティザートレーラーに登場した不気味なクリーチャー。あれは一体何なのか。この正体については、現在大きく2つの意見に分かれています。一つはバンバンとフランボの融合体。そしてもう一つは、バンバンとフランボ、さらにバンバリーナとシリンジョンを加えた4人の融合体という説です。私自身も最初はそう考えていました。ですが、とあるポイントに気づいてから、全く別の可能性が浮かび上がってきたのです。今回は、その新たな仮説について掘り下げ、考察していきたいと思います。現場検証。まずは、彼らが落ちた現場に行き、事実を振り返ってみましょう。場所は、第2タンク貯蔵所。そこには、ジバニウム濃度が高いと記された警告があり、内部には巨大なタンクが2つ並んでいます。その奥のタンクに、まずバンバリーナが落下。続いて、心臓を貫かれたシリンジョンが沈んでいきました。さらに、フェラル化したバンバンと、同じく筋肉質へと変化したフランボが激しく揉み合い、最終的に2人同時にタンクへ落下していきます。リトルビークの前例。ここで思い出すのが、バンバン4のリトルビーク。ジバニウムのドラム缶に落ちた後、巨大化し、理性を失ってしまいました。つまり、高濃度のジバニウムイコール、融合体が生まれるとは限らない。巨大化や暴走という別の可能性が十分あるのです。ある発見。ティザートレーラーをじっくり確認してみたところ、あることに気づきました。それは、トレーラー冒頭に映るタンクのシーンです。タンクの外側にはジバニウムの跡が残っており、まるで何者かがタンクの中から出てきたように見えるのです。タンクには傾斜があるため、自力でよじ登ったとは考えづらいです。つまり、そこから巨大で不気味なクリーチャーが姿を現したことを示唆しているのでしょう。ところが、映像を明るくしてよく確認してみると、その跡が2つに分かれていることに気づきました。このことから、新たな可能性が浮かび上がります。それは、フランボはあのクリーチャーとは無関係なのではないかということです。順を追って説明していきましょう。誰と誰なのか。ここからわかるのは、あの出来事の後、2人がタンクから脱出し、その過程で融合して不気味なクリーチャーになったということです。では、その2人とは誰なのか。私の考えでは、バンバンとシリンジョンです。さらに、この融合体にはもう1人関わっている可能性があると考えています。それについては後ほど説明します。まず、なぜこの2人だと考えるのか。現段階では公式に判明している情報はないため、ここでは消去法で判断しました。落下したのは、バンバン、フランボ、バンバリーナ、シリンジョンの4人。このうち、フランボとバンバリーナを除外すると、残るのはバンバンとシリンジョン。2つのジバニウム跡も、この2人が出てきた痕跡だと解釈できます。では、なぜフランボではないと考えるのか。もし仮に、バンバンとフランボがタンク内で融合していたなら、この仮説は成立しません。しかし、二手に分かれてる痕跡が実際にあるため、タンク内で融合した可能性は低いと感じます。フランボは、ずっとバンバリーナに思いを寄せていたキャラクターです。もし理性を保った状態でタンクから脱出したなら、彼がバンバリーナを見捨てて自分だけ出るとは考えにくいです。まず、理性を保っていたなら、バンバリーナを助けたでしょう。危険を承知で貯蔵所に向かったのも、彼女を助けたい一心からだったはずです。お前をおびき寄せるための方法は分かっている。お前の一番大切なものは今まさに私のそばにいる。あれは7番。早く行かなきゃ。もちろんタンク内で融合してしまい理性を失ったなら話は別です。その場合はバンバリーナどころではなくなってしまうでしょう。ですが融合していないと考えるならフランボは迷わずバンバリーナを救おうとしたはずです。これが愛の力です。残る一人は、シリンジョンは死んでるため自力では登れません。ある個体に助け出されました。そして、バンバンと担がれたシリンジョンがタンク外で融合して、あのようなクリーチャーが誕生したと考えてます。そうです。死んだシリンジョンを運び出した個体がいたんです。それは、バルザ。おそらくバルザはバンバン派です。ぬいぐるみを背負ってます。さらに、バルザにはジバニウムによる抗体ができており、ジバニウムの影響をほとんど受け付けない体になってると考えられます。彼と再会した時、自分に対して劣等感があるように感じます。自分は完璧だと思ってるんだろう。お前も人間の友達も俺たちより優れてなんかいない。それを隠すように他者を見下し、自身に優位性を持たせようとしてるのではないでしょうか。他の回収部隊はジバニウムの影響なのか巨大になってます。しかし、彼は小さいままで、ジバニウム臭いジバニウム村の中で暴れてます。
彼はジバニウムによって強化できないのか、失敗作だったからか、回収部隊とは別に主人公たちを付け狙ってる可能性もあります。したがって抗体のある彼はジバニウムタンクに飛び込み、バンバンを救えるであろう唯一の存在シリンジョンを救おうとしたのではないでしょうか。しかしその途中でバンバンに取り込まれてしまったため、結果として3人の融合体として生まれたと考察することができます。つまりバルザは3体融合の仲介役となったのです。フランボとバンバリーナ。落下した後、フランボの意識が残っていてバンバリーナを助けた、そんな都合の良い話はもちろんありません。先ほども話した通り、フランボは自分だけでタンクから出ることはしませんし、バンバリーナを残してタンクから出た後に途中で融合することもないでしょう。では、フランボとバンバリーナを助けたのは誰なのか。答えは一人、スティンガー・フリンです。あのおぞましい牢獄から脱出できたが、見つかってしまいここに落とされたのだ。フリンは自分を救わせるため、フランボにテレパシーを送っていました。おそらく、この描写がそうでしょう。最初は頭を殴られて、気絶させられて捕まった。そのため痛くて頭を押さえてる。そう思いました。バンバンの今までの行動から見てもそうするでしょう。しかし、その仕草もその後の行動のためのミスリードだとしたらどうでしょうか。この時、なぜフランボは飛び込んだのか。それは、地下にテレパシーを送る仲間がいると感じたからではないでしょうか。こうしてフリンは、フランボと主人公の元へと合流を果たします。その後、フリンの計画通りにフランボと共に脱出していくのです。しかし、フリンは重要な用事と言って別行動をとります。お前たちだけで行け。私には重要な用事がある。直後フリンは秘密裏にフランボに情報チップを通じて貯蔵所までの地図データを送信したと考えられます。そのおかげで主人公たちはタンクの場所までたどり着くことができました。では、なぜフランボを助けたのか。オフィシャルトレーラーのサムネが伏線の可能性もありますが、もっと明確な理由があります。それは、フリンがこの場所に来たかったから、そのためにフランボを利用したと考えるのが自然です。では、なぜフリンはこの場所に来たかったのか。それは、ジバニウムを摂取し、巨大化を狙っていたからです。高濃度のジバニウムは、まさにその計画にうってつけ。フリンはこれによって、失った本来の体を取り戻そうとしていたのかもしれません。そのついでにフランボとバンバリーナを救った、とも考えられます。フリンの言葉を思い出してみましょう。たくさんの腕があるおかげで、もっと多くの人を助けることができるんだ。以上を整理すると、あの不気味なクリーチャーの正体は、バンバンとシリンジョン、そしてバルザが関与した3体融合体である可能性が高い。バルザについては、絶対に再登場する伏線がすでに張られています。俺はまた戻ってくる。絶対にだ。そして次回作のサブタイトル、アビスに注目してみると、そのスペルのうち3つのアルファベットにジバニウムが付着しているのがわかります。しかし、残りの2つは無事のまま。これはつまり、5人のうち3人は深淵、アビスに落ち、フランボとバンバリーナの2人だけは生き残る。そんな伏線を示しているのかもしれません。今回の動画が参考になったと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。